はい、こんにちは、シュウヤです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート7は環境の変更機能です。今回はこのように環境を変更できるような機能を追加していきます。では早速やっていきましょう。以前配置したこちらの HDRI バックドロップを改造していくのですが、最初に今回作る処理の説明をします。ノードの組み方は違えど、仕組みとしてはカーペイントの時と同じです。例えば今回はキーボードの Q が押されたらナイトシーンに変化するとします。最初は A が表示されていて、キーボードの Q が押されるとイベントが走り、B にナイトシーンの情報がセットされます。これには HDRI やライトの情報が含まれています。そして今回もラープノードに似たものを使うので、タイムラインノードが走り、タイムを0から1にします。そして A から B に変化します。そして次に A に B の情報をセットしてタイムを0にして A が表示されているという状態に戻ります。この繰り返しです。では実際に組んでいきます。この HDRI バックドロップのブループリントはプラグインのところに入っているものなので、いじるのはあまり良くないので複製します。まず View Options から Show Engine Content と Show Plugin Content にチェックを入れます。そしてこちらからHDRI バックドロップコンテント、そしてブループリンツ、マテリアルズ、メッシュズをコピーします。エンバイロメントにコピーします。これでコピーされました。マテリアルなどがこちらのプラグインのものを参照している状態なので、これをコピーしたものに差し替えていきます。まずこちらの HDRI プロジェクションを開きます。そしてこちらのマテリアルファンクションをコピーした方に差し替えます。セーブしておきます。次に HDRI センタープロジェクションを開きます。こちらをコピーした HDRI プロジェクションに差し替えます。こちらのカメラプロジェクションはそのままで大丈夫です。HDRI バックドロップを開きます。そしてこちらのクリエイトマテリアルを開いて、こちらの下の方のペアレントをコピーした方に差し替えます。こちらをセンタープロジェクションと差し替えます。そして上の方は使わないので消しておきます。ブランチも消してしまいます。そしてつなぎ直します。次にこのブループリントの中の環境を ENV01 の環境と同じにします。レベルのディレクショナルライトを Ctrl+C でコピーしてこちらに複製します。トランスフォームがリセットされてしまうので、こちらのローテーションをコピーします。そしてこちらの変数、キューブマップのデフォルトバリューをこちらの HDRI に差し替えます。スカイライトの方もキューブマップを使用します。キューブマップを使用する理由としましては、こちらの上の方は環境をキャプチャーしているのですが、プレイ中にキャプチャーすると一瞬とても重くなるので、こちらを使用します。ENV01 に切り替えて元あった HDRI バックドロップとディレクショナルライトを消してしまいます。そしてこちらを代わりに配置します。差し替えることができました。アローが別の方向を向いてしまっているので、こちらはリセットしておきます。そして次にこの背景からこの ENV02 の環境に変化していくようにします。HDRI アトリビューツを開きます。こちらの HDRI マップが
こちらの背景なので、カーペイントと同じ時のように切り替わるようにしていきます。こちらを HDRI マップ A とします。複製して、こちらを B にします。ラープを追加して、つなぎ直します。そして今回タイムはスカラーパラメータを使用します。こちらのスカラーパラメータは S クリックで追加することができます。つなぎます。そしてこちらの Create Material のここの部分を HDRI マップ A に修正します。次にカーペイントの時と同じようにストラクチャーを作成します。str 演舞としました。今回準備するパラメータは4つです。1つ目をテクスチャーキューブにします。そして名前をキューブマップにします。2つ目はローテーターで TL ディレクショナルライトのローテーションにします。3つ目はフロートにしてディレクショナルライトのインテンシティです。4つ目はライトのテンパーチャーです。要するに HDRI のキューブマップとディレクショナルライトの角度とインテンシティとテンパーチャーを変えられるようにします。もっと細かく調整したい場合は増やしても大丈夫です。HDRI バックドロップに戻って最初に変数を1つ追加します。こちらは演舞01とします。演舞01は現在のこの環境です。バリアブルタイプを str 演舞にしてキューブマップをセットします。ライトもこちらからコピーしていきます。ライトのローテーション、ライトのインテンシティとテンパーチャー、01を複製して02にします。そしてこちらの02の環境の情報を持ってきます。ディレクショナルライトのローテーション、これで2つの環境のプリセットができました。次にイベントグラフに処理を追加していきます。まずこちらの B に情報をセットする処理です。演舞01をゲットしてブレイクを追加します。そしてこちらのマテリアルインスタンスをゲットしてセットテクスチャーパラメータバリュー、パラメータネームはHDRI マップ B です。バリューにつなぎます。
次にキューブマップの情報やライトの情報を格納していく変数を作成していきます。こちらのキューブマップはキューブマップ A とします。複製してこちらはキューブマップ B。次にこちらはTL ローテーション A、そしてこちらをローテーターにします。複製して B。もう一つ変数を作って DL インテンシティ A にします。こちらはフロートです。複製して DL インテンシティ B。さらに複製してTL テンパーチャー A、TL テンパーチャー P を作ります。A の方はデフォルトバリューを設定します。DL ローテーション A はこちらの値をコピーします。それぞれの A にデフォルトバリューを入れました。では B をセットしていきます。この2つは両方ともこのキューブマップを使います。これで B にセットする処理ができました。env01 以外にを選択してマクロにします。mcr としました。中に入ってこのようにインプットとアウトプットを作成します。タイムラインを追加します。今回も3秒で0から1に変化する値を作ります。タイム0、バリュー0。もう一つ追加してタイム3、バリュー1にします。レングスも3にします。この値を使ってキューブマップなどを変化させる処理を作っていきます。マテリアルインスタンスをゲットしてスカラーパラメータバリュー。パラメータネームはタイムです。この処理でこの背景が変更されます。スカイライトをゲットしてセットキューブマップブレンド。ソースキューブマップが変化する前のキューブマップなので A をゲットしてつなぎます。こちらは B です。これでこのスカイライトのキューブマップが変わります。次にディレクショナルライトをゲットします。セットリレイティブローテーションで角度が変わるようにします。イーズも追加します。A は DL ローテーション A。
B は DL ローテーション B をつなぎます。次にインテンシティです。セットインテンシティを追加して、こちらはフロートのラープを使用します。テンパーチャーも同じように作成します。これでこの部分を作ることができました。次にこの部分を作ります。マテリアルインスタンスをゲットして、ゲットテクスチャーパラメータバリューを追加します。フィニッシュドからつなぎます。パラメータネームは HDRI マップ B です。セットテクスチャーパラメータバリューを追加して、パラメータネームを HDRI マップ A にします。そしてつなぎます。残りのライトのインテンシティなどの処理も追加していきます。このように変数のゲットとセットの繰り返しです。このノードを複製してタイムを0にします。一旦キーボードの入力で環境が変わるようにします。一つ目はキーボードの Q を押すことで M01 に変化するようにします。キーボードイベントの Q を追加してつなぎます。二つ目はキーボードイベントの W にします。マクロを複製して M02 をゲットします。最後にオートレシーブインプットをプレイヤー0にしてキーボードイベントが使えるようにします。コンパイルして M02 はもう使わないので削除してしまっても大丈夫です。W で夜のシーン、Q で昼のシーンにすることができました。今回はこれで以上となります。次回はいよいよ最後です。UI を作成して色や背景の変更を UI からできるようにしていきます。わからない部分や質問がありましたらコメントいただければと思います。コメントで答える場合もありますが、詳しく説明した方がいいことや補足した方がいいことは
追加の動画またはブログに記載していきます。ブログの URL は概要欄をご覧ください。動画が参考になりましたら高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。